はい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのシミッククッキーを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、海外配信者のアッシュリジーさんが、ランクまで25連勝をしたとしてかなり話題になっているリストですね。最終的にミシック28位まで上がった後に負けたのですが、配信でしっかりと連勝する様子が残されているので、間違いなく実際に25連勝を果たしたデッキになっています。かなり多くの新カードが使われているデッキなのですが、基本的にはアーティファクトシナジーを中心としたデッキですね。セレインや名もなき都市の保証など、出た時にアーティファクトを生成するクリーチャーが多く採用されていて、ワームやプロトコルとのシナジーがあったり、生命ある象形で突然強4になって殴ったりと、アーティファクトをうまく活用する形になっています。また、スクーナー戦の登場によって、11というサイズのクリーチャーもどんどんと育てることができるので、相手からすると11ですら侮れない構築になっています。特に使っていて強力だと思ったのはジンジャープルートで、突然5-4のアンブロ生物になったりもするので、試合を決めてくれることがかなり多かったです。また、基本的にアーティファクト生物ばかりなので、喉首狙いが効きにくいのも強く、黒いデッキに対してテンポを取って勝っていくことができます。ただ、マジックは基本的に運要素もかなり大きく絡んでくるので、事故らずに25連勝したというのは、基本的にはね、かなり上振れている結果だということは、認識しておいた方がいいかなと思います。はい。ということで、本人のね、配信アーカイブもあるんですが、サブスクをしないと見ることができないので、制作者の方が回す様子が見たい方は、Twitch での、サブスクをお勧めします。はい。ということで、今回もランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあ、やっていきます。こちら後手、土地1なのでマリガンですね。これは割とバランスはいいかなと。一応もう1、2、3と動いて、いけるハンドということで、エンジンをボトムに送っていきましょう。さあ、相手は青黒ランドから、切り崩しは持っていると。さあ、ただ、ここも構えてくる。止まってきているので、セオルドルっていうの直令とかを持っていそうな感じですね。メインガン式。これは、何取られても別に相手にはシナジーがね、ないんで、全然 OK かなと。さて。ただスクーナー戦を取られている。スクーナー戦は、強いですね。ただここは、生命ある象形で、一気にテンポを取っていきましょう。さあ、残り12点まで。で、これ、青黒だと、喉首だと、もうこっちのクリーチャー除けれないんで、なるほど。はい。スクーナー戦で育てていくと。さて、ただ、もう、一気に5点まで削っていくので、そのままテンポを取って、押し込んでいけそうな感じはしますね。で、次のターンは、硬いクッキーの能力をね、使うこともできるので、相手は、クリーチャーを3体ぐらい除けらないとっていう感じですね。ドレッドは勝ち角かな？殴ってくる？警戒か。勝っていそうな気はしますが、硬いクッキーで4-4にすると、2体ブロックされて、2、4、6点は入りますね。で、ジンジャープルートもあるので、7点は確定と。いいですね。かなりいい感じにテンポを取って、勝っていけたのではないかなと。で、やっぱりこの黒系デッキに対しては、喉首がね、全然刺さらないっていうのがでかいですね。GG。さて、サイドボーディングしていきましょう。基本的にこれメインはね、除去が一切入っていないデッキなんで、承認保護は入れていきたいかなと。で、承認保護を入れた分、ワームあたりを抜いていく形になりそうですね。できればこの王のおもてなしも入れていきたい感じはありますが、ワームを抜いた枠におもてなし入れて、もう1枚ぐらい、アガサと交換しておきますかね。こんな感じでいきましょう。さあ、1本目勝って2試合目。キープはしてもいいハンドですね。1ターン目は、タップインになっていきますが。さて、やっぱり相手も、メインからスクーナー戦入ってますね。さて、先にクッキーかな。硬いクッキー出しておいて、で、土地が引けたら、小形まで繋いでいこうという形にしていきましょう。さあ、相手はカイトから、カイトのアンブロ生物も育っていくのがいいですね。
さあ、土地を引いていく。うん。さて、土地が引きたいが、いいですね。これはもう多分押し込んでいった方がいいんで、生命ある象形いきそうですね。まあ、カウンターを構えたいかどうかっていう感じなんですけど、まあ、こちらは承認保護もあるということで、さあ、7点入れていきましょう。残り13点まで。さあ、このアーティファクトの54は、相手はなかなか除去らないですからね。さあ、ドレッドは承認保護で、しっかりと除去っていきましょう。さあ、ここはドレッドを育てていく。うん。で、11を、まあ、ブロッカーとして残しておくと。さて、ただこれ結構悩ましいですね。土地は引かず。承認保護はまあ確定でこのターン行くんですけど、まあ、カイトを落としたいかどうか。カイトスルーしてもいい気はしますけどね。で、カウンターを構えたいかどうかとかも結構ね、悩ましいですね。個人的にはカウンター構えながら5-4だけ本体殴りかな。まあ、もしくは高波エンジンを、まあ、人によっては出したいかという感じかなと思います。まあ、5-4だけ殴っていきますか。さあ、本体に5点アタック。まあ、これ、高波エンジンとかも、後々ね、出していくんで、アンブロでさっさと削ってしまおうという感じですね。で、ジンジャープルートとかも、その、硬いクッキーで4-4のアンブロにできるんで、さて、ここは、アンブロを育てていく。まあ、どんどんと土地は引かれているのですが、さっきを除去っていくか。これはカウンターを使うんじゃなくて、サクってゲインしますか。まあ、カウンターを使うよりもそっちの方が良さそうですね。さあ、サクってゲインしていく。で、まあ、相手にゲインされないっていうのも理解ですね。さあ、残り10点。2パンで倒せる、状況ではありますが、おもてなし。ていうか、おもてなしってずっと言ってるけど、もてなしやな、これ。どうするかな。このターンであれば、カイト行くか。まあ、結局その、トークンをね、出されてしまうんで、一旦カイトのターンかな、ここは。から、フルート出して、プロトコル構えかな。サイで溜まってきてるんで、カウンターは持ってそうな感じですね。カウンターあるか。さあ、ちょっとカウンターが刺さりそうな展開にはなっていますね。からの4点アタック。さて、カウンターがタリオンか。まあ相手にカウンター使わせましょう。プロトコルで、まあカウンターできるのが一番いいんですけど、まあおそらく相手書き消しかなんか持ってるんで、呪文登り、はい。さあ、指定は2。何度かいけそうですけどね。大田原。このターンとりあえず5点は入れたいですね。5点入れて、高波エンジン出してもてなし構えかな。まあとりあえず相手がブロックするかどうか。さあ5点アタック。5点通って、高波エンジンで2点は食らうんですが、残り5点あれば全然大丈夫なはずですね。で、ジンジャープルートの能力起動ともてなしとエンジンの能力を構えていく。で、大丈夫なはず。さあ、残り5点。ただカウンターがないんで、まあギックスとかだったら終わりかな。まあ多分それぐらいかな。まあ1体ジンジャープルートで
チャンプしながらサクって3点ゲイン。で、いけるかな。で、相手はこのターン削れなかったらもう負けなんで、何もなさそうですね、これは。さあ、記録の反乱から、おそらく除去を探しに行ったんですが、ここで土俵と。GG。さあ、やっていきます。こちら先手。これはキープしますか。1ターン目タップインするかどうか悩ましいんですが、まあ普通に、2マナ以下が4枚あるんで、もうアンタップインからジンジャープルートで、良さそうな感じですね。さあ、相手も7枚キープをしてくる。ということで、まずは、ジンジャープルート出して殴っていきましょう。まあ次のターンはだいたいクッキーいきそうですかね。まあ相手のデッキによりますが。青白。うん。さあ殴っていきますが、まあ黒がないんで、とりあえず切り崩しは警戒する必要がないですね。さあ、ただ相手エスパーで構えてくる。エスパーミッドっぽいですかね、これは。あんまり、このターン動きたくない感はありますが、さあ、プルートには止まってくる。まあ、カウンターか除去か、もしくはフラッシュ生物か。まあ、エスパーはこれがね、分かりにくいのが強いところですよね。さあ、ここでも止まってくる。まあ、フルパンはしていきますが、ちょっとね、高波エンジンは、カウンターに引っかかりたくないんで、さあ、これは、除去かフラッシュ生物。マルコム。うん。さて、マルコムは出てくるんですが、まあ、ただこっちの方がね、打点は全然高いんで、レジェンズか。さあ、マルコム殴ってくる。マルコムでルーティング。マルコムね、ほんと強いですよね。このカードは、新環境でバンバン使われていくことになると思います。ワーム。うん。まあ、フルパンしていきましょう。相手もね、この11とか22に除去を打ちたくないっていう感じはありますよね。さあ、ワームからのエンジンも出していく。まあ、レジェンズだったら、あんまりね、カウンター入ってないと思うんで。さあ、高波エンジンも通って、ワームがでかくなっていく。一体一体は小さいんですけど、もうなんだかんだ、10点は危険水域ですからね。7首。うん。まあ、ワームにしか刺さらないということで、まあ、おそらく手札で腐っていたカードですね。さて、5、6、7。クッキーの能力起動でも10点はある状況ですが、さあ、どうでしょうか。お、ピアス入ってるんだ。構えてくる。構えてくるんであれば、クッキーの能力を使っていきましょう。うん。さて、食物トークンを44にしてフルパンしていきましょう。で、エンジンの能力も起動と。まあ、放浪とかも全然 OK な状況なんで。さあ、フルパンしていきますが、トークンは除去。うん。さあ、残り3点まで。さすがに、まあ、全除去がない限りはもうそのまま、押し切っていけそうですが。さあ、ルーティングで何かを探しに行く。まあ、除去が当たらないのもそうですし、基本的にアンブロ生物が多いということで、うん。まあ、さすがに投与と。オーケー。さあ、やっていきます。これはちょっと、まあ、2ターン目の行動がないのがあれなんですが、まあ、キープしてみましょう。2マナ息さえあればっていう感じのハンドですね、これは。さあ、相手ジャンドランドから。これはランプかな。さあ、2ターン目は何もせず、パスしていく。ランプっぽい動きですが、さあ、スクーナー戦、2ターン目に引きたかった。さて、まあ、ただランプ相手はね、この保証が割といい仕事をしますよね。4号になって警戒で殴れるんで、まあ、踏み歩くものも、普通に止めることができると。ワームは、墓地に落としていきましょう。うん。さ
さあ、ということで、まずは5点パンチ。で、さらにこれ殴るたびに、トークンが出るのもいいですよね。で、相手がその、太陽効果とかを持ってる可能性もあるんで、まあ、太陽効果ケアで、スクーナ戦を出していきましょう。さあ、ただここはタップイン。からの、豆の木。うん。さて、これで5色ある。かな。うん。さて、相手、なんか動き的に力戦の束縛がありそうな感じですよね。うん。まあ、ただ、あったらあったで、まあ、どっちにしろスクーナー戦取られるんで、まあ、このターンは起動して殴りますか。で、スクーナー戦3、4なんですけど、地図トークンを使うことで、まあ、4号にすることができるということで、まあ、土地じゃなければ、はい、保証はいらないですね。うん。まあ、これで殴っていきましょう。さあ、発展アタック。相手はおそらく束縛を使うかどうかで悩んでる感じ。まあ、ただ全体除去を持ってて、これはトップでいいかな。全体除去を持ってて、次のターンもう一気に流したいっていう感じで、まあ、温存する可能性もありますね。さあ、発展通っていく。これ相手にその象形見えてるんで、どうですかね。いや、束縛あるなら打ちそうな感じだが、ないかな、これは。あ、3点原因がある。3点原因があって、さすがに足りそうではあるが、どうだろう。国別だったらまあ、あれですけど、おそらく全体除去は太陽効果のはず。うん。で、これだと白マナが残らないので、勝ち角かな。うん。象形でとりあえず5-4を作って、で、まあ、ジンジャープルートを出して7点ですね。さあ、これでぴったりと削り切っていくと。オーケー。